れが例えば N2、まず N2 からいきます。後で N1 いきますよ。N2 は、これですね、JLPT の、文字語彙だから語彙ですね。語彙とここ語彙と文法と読解、これ全部の問題、何が出ますかというのが書いてあるものです。これはJLPT のオフィシャルホームページからコピーしたものです。はい。で、もう私のビデオでよく話してる、例えば語彙の N2 だったら問題のパターンは6あります。いつも言いますね。6で私は6の問題とか5の問題とかよくしますよね。そう。で、文法もあるし、文法も私ビデオ作ってますね。文法の問題は問題の種類3つ。で、読解は問題の種類が5つありますよね。そうそう。で、N1 はちょっともう時間ね、長くなるから、読解だけ言うと、読解は5パターンあります。そう。そうそうそう。ね。で、全部 N1 だったら、これ全部の時間を110分でしなければいけないし、N2 の時は、これ全部の問題を105分でしなければいけないですよね。そう。だけど、これ全部100%できなければいけないじゃないですよね。皆さん大丈夫ですね。知ってますね。読解で、読解のセクションだったら、ここで19点取ればいいんですよね。19点というのは、だいたい 32% です。そう。N1 の時もそう。ここ、読解で19点取ればいいです。32%。まず一番下の点数です。一番悪くても19点取れば合格します。はい。だけど、もちろん、全部で、それぞれそうですよ、19点ね。これ、読解、ごめんなさい。文字語彙と文法読解、あと聴解がありますね、最後にね。聴解で全部合わせて N1 だったら全部で100点ですよね。100点必要だし、N2 だったら全部で懲戒も入れて90点必要ですよね。そう。だけど、一番低くてね、一番ちょっとあんまりできない場合、でも、読解は19点できれば合格です。それは 32% です。読解の中で 32% できればいいんです。だから、読解問題、難しいなって思っても、この問題全部の中で 32% できればいいんです。それだけ。正しい答えが 32% 選ぶことができる。そしたら OK です。そう。ということは、やっぱり全部しなくてもいいんです。全部読まなくてもいいんです、読解は。うん。でも、心配ですってね。やっぱり読まないとって思いますよね。そうそうそう。それも気持ちもよくわかります。はい。で、なんだけど、一つ大事なことは、答え書いてあるところ決まってるから、これどこに書いてあるか。それは私は今は言えないです。読解クラスの人にしか教えられないんですけど、問題も今見せられないですしね。そう。で、もう一個あります。これの全部読まなくて OK な方法。はい。どうすればポイント、スコア取れるか。それはもう一個は、はい。何でしょうか。これ皆さんが答えるのはとても難しいと思うので、私が答えを言うと、これ。はい。ちょっと待ってください。はい。全部読まなくてもいいですと。じゃあどうやってやればいいんですか。それは、例えば一つの方法は、皆さんはね、テストの時、何々何々まずします。で、次、何々何々をする。それを読みましょう。で、私、読解クラスの人によく話してます。はい。なんだろう。ね。ここに入る答えは、やっぱり一つじゃないんですね。いくつか答えあります。これだけじゃない。私が今から言う答え一つじゃないんですね。だけど、そしてごめんなさい。今私はこの答えをちょっと言えないんですね。そういうわけにはいかない。一つの方法ですっごく大切な方法だから。
合格するための大事な方法だから。はい。なので、なんだろうって自分でもよく考えてみましょう。読解、例えば N2 だったら5個ありますね。5パターン。じゃあ、どれを例えば自分で試験の時、はい、どうぞ試験始めました。どうぞ押してくださいって。この問題バッて紙で渡されて105分です。だいたい、まあ、2時間にならないけど、まあでも120分、そうか。でも大体2時間くらいですよね。もう1本の映画を見るぐらいの時間、皆さんはテストをするんです。本当に疲れますね。そう。だから、もうそう、疲れるから前の日はよく寝るんですよ。あまり勉強しない方がいいですよ。1日前は寝てテストに行く。その方がいいです。本当に大変だから。体が疲れるから、試験はね。じゃあ、よく考えておいた方がいいです。皆さん、テストの時どこから自分は問題をするか。はい。どの問題からするか。一つ言えることは、絶対にちょっとカーソルがどこ行ったかな。絶対に上からしなくてもいいんじゃないですかと私は思ってます。そう。読解もそうですね。読解も上からしなくてもいいんじゃないですかと私は思ってます。はい。だけどそれは人によっても違うし、違う順番でするとマークするときに間違えるということもあります。危険です。危ないです。確かに1番から問題をしていけば、1番だったらもう1番でマークしていけば、マークシートあんまり間違いないと思いますが、ちょっと違うところからね、問題をするとマーク間違えてしまうかもしれないですよね。だからそういう危ない危険性と言います。危険なこともあるから、絶対これがとは言わないんですが、私の読解クラスの人には私は強く勧めてます。これからした方がいいです。はい。そう。やっぱりあります、それ。私だったらこれからするっていうのがありますので、そう。だから私は今話さないけど、自分でもよく考えた方がいいです。それは本当に一個、もう一つテストをどうやって合格させるかというテクニックですから、よく考えておいた方がいいですよ。本当の試験も今までとあまり大きく変わらないはずです。こういうふうに出ます。で、これは皆さん、JLPT のホームページで見られますから、どういう問題出ますっていうのね。はい。この問題を何分でしようというのもよく考えておいた方がいいです。はい。N1 ももちろん同じです。全部話は同じです。この問題を何分で終わりにしよう。はい。だから試験の時は時計を持っていく。絶対に持っていきます。そうです。教室に時計があれば、こうやってして、よし、この問題は何分でやる、5分でするんだ。だから時計をこう見よう。ね。できるけど、もしかしたら前にね、とても体が大きい人がいるかもしれないし、見えないかもしれないですよね。よく見えない。それにいつもこうやって見てたら、試験のチェックの人とね、こう、目が合うかもしれないし、なんか、私悪いことしてないんで、ちょっとドキドキしちゃうかもしれないから、自分の時計持ってった方がいいです。ピピピピって音しないやつね。アラーム鳴らないもの。アラーム鳴ると、あなたの時計ちょっとダメですって言われるかもしれないので、何も音しない。普通の時計。普通の時計を持ってってください。ね。そうそうそう。で、そうですね。そう。だから、読むのが遅いんですね。こうやってもう一回話に戻りますが、読むの遅くても大丈夫。読むのが遅くても大丈夫です。問題ないです。今、私が言った、この問題からしていけばいい。そして全部読まなくていいっていう、そのテクニックを使えば、全部読まなくても大丈夫なんです。それで全部読まない。そして読むのが遅くても答えはここに書いてあるというのが決まってるから。それで答え出せるんですよ。だから遅くてもいいし全部読まなくてもいいから、それでマークをすれば合格点は取れます。もちろん100点です。全部できましたね。間違いは一つもなかったですね。そうではないです。だけど合格することはできます。皆さん。そう。
大丈夫です。そうそうそう。これが大事。100点取らないでください。19点、一番低くても19点取れば OK なんです。それでいいんです。そうね。だからこれはとてもよく学生さんに言います。そうできないってすごく言う人本当に多いから。そうでもいらない、100点はいらないからね。はいということです。で、そうちょっと待ってくださいね。で今話したようなこと私の読解クラスでもう何回も何回も話してます。これはこうだからこうしてくださいねと、よく話してます。はい。で、まだね、入れますよ、クラス。で、N1 クラスと N2 クラス2つあります。ぜひね、今話したこと、答え、やっぱ分かんないなとか、どうすれば全部読まなくていいっていうのを知りたい人は、ぜひ入ってほしいですね。私説明してます。で、それも、ビデオのレッスンです。自分が時間がある時に見ればいいです。ビデオですから。で何回も見られますしね。はい、そうですね。今入ってる人もやっぱりビデオでよかったって言ってます。皆さん仕事してたり学校行ってたり忙しいので、自分が忙しくない時にちょっと見られるからいいですって言ってくれてます。はい。で、このビデオは例えば ごめんなさい。ですね。どっちかな。そう。N2 の人は例えば問題5パターンあるから5ですね。一つずつこの問題の時はこうやってやるんですよ。この問題は答えはどこに書いてあるんですよとか話してます。全部一つずつこれしてます。で、ビデオももちろんあるし、問題の PDF もあります。だから本当は自分で問題の PDF で自分で問題して、で語彙リストもあります。私作った語彙リスト、言葉の意味書いてある。でこの語彙は N2 なんですよ。この語彙は実は N1 の語彙だから覚えなくていいとかいろいろ書いてあるんですね。でそれを一回自分で勉強してからビデオを見るのが一番いいんですけど、もうそろそろね時間もねテストまで時間がなくなってきてるから、どうしても時間ない人はもう初めからビデオを見てしまっていいと思います。そしたらもう私ビデオの中でもう一つずつ説明してます。文の説明、まず一つの問題についてこれはこういう意味ですねって話してます。で答えはこれはここに書いてありますよね、これはここには書いてないですよね、反対にねこの問題はこっちには書いてないですよね、いつも書いてないです、決まってるから、パターンがあるから、そういうことも話しますので、もう最初にビデオ見てしまってもいいと思います。で読解、そっか、どうやってすればいいか、そのテクニックを最初にビデオで勉強して、で最後最後というかその後もう一回自分で読解のPDF で問題見て語彙リスト見て語彙も覚えるでもいいと思います。やり方は自由です、皆さんの。で N2 だったらそう、5パターンあるし、N1 だったら6パターンですね。N2 は6です。N2 は長文が1つ増えます。N2 の時は5、N2 の時は5だったんだけど、N1 はここですね。これで長文1つしかないんですね。だけど N1 は長文が2つになりますね。長文ですね。そう。だからもちろんこれも1つずつ説明してます。この問題について、この問題について、この問題について、これについて、これについて、これについて、全部やっぱり答えの出し方があります。この問題の時は例えばですけど、これとかね長文だったらこの長文の一番の答えっていうのはここに書いてあるんです。いつも長文の2番の答えはここに書いてあるんです。いつも。例えばです。そういうのがもう決まってます。パターンです。いつもそう。はい。だからそれを知っていれば、時間がなくても、時間がなくなっちゃったら、もしね本当の試験の時、そしたらそっか時間ない、全部読むことできないけど、この長文のこの答えはあそこに書いてあるはずだからそこだけ読みます。それでいいんです。であとは読めなかった、ダメだ、でも一つは読んだからマークした、 OK です。そしたらその読んだところは多分正しい答えマークできてますから、それでポイント取れますね。0点じゃないですね。
そう、それでいいんです。100点取らなくていいからです。100% できないといけないテスト。100% 一つも間違えてはいけません。このテストは。じゃないです。だからです。そう。もちろんそれは読解だけじゃなくて、文法もそうですね。100% できなくていいし、文字語彙も 100% できなくていいし。全部一番低くて 32% できればいいんですよ。そう。よかったらクラスに入ってみる。ね、来てみてください。はい。で、どうやって入ればいいですか？これはじゃあ、この下を見ましょう。この、そう、ディスクリプション。この今、皆さん見てくださってるビデオの下のとこに、N2 クラス、リーディングクラスって書いたかな、読解クラスって書いたね、多分ね。そこのとこあります。読解クラスはそこから入る。N1 は N1 クラスの読解クラスのところをクリックする。で、そこから入れます。そう。で、入ってみてください。